時に、西暦2016年。まだまだ黎明期の台湾チア業界、中心兄弟パッションシスターズはメンバーを大幅交代し、新体制を発足させる。そこには2人の大型新人が加入していた。体型も性格も反対の2人のチームメイトは各々の特徴を生かし、チア業界を大いに発展させることとなる。しかし、肝心なその2人のチームワークといえば。プロダンサーのサミーさん。ダンス素人のチュンチュン。同じチームメイトなのに、あんまり息が合ってない。この間は、チーズがトマトを、トマトがチーズを、とか言ってなかったか？1年以上前なので忘れました。それはそうと、そんなに息が合ってないのか？合ってないです。夏希さんと踊るときは、こんなにぴったりです。まるで女子会でもしてるみたいに息が合ってるな。この間はチュンチュンとサミーさんをカズミとノリコに例えてたけど、実際の妹分は夏希さんなんだな。サミーさんもチュンチュンに合わせて控えめに踊り、チュンチュンもついていこうと必死にバネ前してるのですが、なぜか合わないんですよね。チュンチュン必死なのか？そりゃあ、インタビューでは簡単になんて言ってますけど、挑戦する相手これですからね。私なら、この業界、私には無理だ、って思っちゃうな。まあ、サミーさんのダンスレベルは、チア界でもトップレベルなんですけどね。そうなのか？ウィキペディアによれば、大学でファッションブランド科を修了し、20歳で台湾ブロードウェイという、劇団四季みたいなところに就職してます。大学卒業してブロードウェイに就職か。そんな決断する就活生聞いたことないな。しかも、日本の大学は4年ですが、あちらの大学は2年です。倍の密度で勉強します。ただでさえ忙しい大学に通いながら、プロで通じるダンス訓練も続けてたってことか。それ、やばいな。サミーさんの親御さんも、まさか娘がプロダンサーに就職するなんて、びっくりですよ。そんなプロダンサーがいるチア業界に、ダンス経験ないけど挑戦するなんて言ったら、チュンチュンの親御さんもびっくりですよ。男にはできないポーズ。こっちはダンス未経験なのに、背中直角にしてって言われる業界ですよ。私ならこうなるな。せっかくですので、サミーさんの我口我愛に特集をご鑑賞ください。ほんと、ここにテーブルでもあるように見えるよな。ところで、我口我愛にって、どういう意味なんだ？私は知らない。あなたを愛していることを。一つ聞いたら、二つのことを知っちまったぜ。いつ見ても、うっとりしちまうぜ。では、入団当初のチュンチュンも見てみましょう。チュンチュンがこんなのできるのか？おう、なんとか食らいついていってるぞ。チュンチュンはなんか、絶対できなさそうでハラハラするけど、意外とできるから、そんなにすごくなくてもすごい子に見えてしまうんだよな。見た目はどう見ても運動音痴な女の子なのに、意外とできるから、すごくないのにすごいって思っちゃうんですよね。娘の授業参観に来た時効果だな。頑張ってる孫を応援してるような気持ちですよ。ついにおじいちゃんになっちゃったよ。まんじゅう、相手は13歳じゃない、33歳なんだぞ。親近感強すぎて、親族になってんじゃねえよ。何歳だろうと、孫は可愛いものですよ。お前の孫じゃねえし。なんと言われようと、チュンチュンは孫のようなものです。チュンちゃん可愛いペロ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 。お前は変態以外の何者でもないけどよ。新人時代から、ダンス未経験とは思えぬ堂々しさですよね。拍到了吗？拍到了吗？没有拍到，我不知道。我是赶过来的。拍影片。
Hello， 大家好，我是君君。那我是今年加入第3代 PS 的女孩。说继续加油哦！累吗？累，蛮累的。こちらは2016年、新人お披露目会です。サミーさんは愛嬌満点だな。みんな初々しい感じではしゃいでますが、なぜか一人、大御所みたいな感じでちゃってるんですよね。お披露目されてる側なのに、品定めする側の態度だぞ。いやー、あいつなかなか見込みあるよ、みたいな感じでちゃってるんですよね。自分が一番ダンスの見込みないのに。やっぱり、私は美人学生番組で発掘されたデルモなのよ、みたいな自信があったのかな。まず、この子がモデルであることもびっくりなんですけどね。モデルとしてもやっぱり、サミーさんのような長身を想像しちゃうもんな。アニマル柄だし。サミーさんはグラサンすると、スーパーモデルのお忍び旅行になりますからね。外国の人たちにも、モデルか何かだと思われてるみたいだな。チアリーダーですよ、って言ったら、なんて言うんでしょうね。オーマイ、ガッです。うまいこと言おって。なら、このごく普通の女の子は、なぜこんなにも堂々としていられるんだろうな。それが、E 中に引いてるということなのですよ。ダンスや外見はさておき、性格面はどうなんだ？チュンチュンは弱そうに見えて、氷山のように動じぬメンタルを持ち、サミーさんはシスターズ最強の小巨人と呼ばれる割に、豪快なミスだな。緊張するとパニクってしまいます。英文哦，那个总統穿黄色很漂亮。大統領をファーストネームで呼んじゃダメだぞ。大統領はアーマードコアのパイロットじゃないんですから。レイブンじゃねえよ。サミーさんは、ストレスでやけ食いして太ってしまったり。確かに結構来てるけど、少々さんと並んでる動画は悪意しか感じないぞ。ムチムチがいいとしていた、我々にも責任の一端があるんですからね。すまねえ。減量が辛くて泣いてしまったり。それ、減量中の映像ではあるけど、減量で泣いてるわけじゃないぞ。外見は強そうで、ダンスもダイナミックなのに、感受性が高くて、中身は普通の女の子だよな。これも泣いてるのか？こちらは誕生会で、お酒を飲みすぎちゃったのです。あらまあ。逆にチュンチュンは、仕事に合わせて、格闘家並みに減量してきます。そこは、さすがモデルだな。まあ、2018年以前は、減量についてあんまり考えたことなかったそうですが、それもモデルとして自然体すぎるだろ。チュンチュン、ズボンがきつそうだ。この時はサミーさんも、人生最大に太った時期だと語っています。確かにムチってるけど、ダメなのか？ダメですよ。チアは衣装着れないと試合出れませんし、最悪解雇されてしまうそうです。そんなに厳しいのか？じゃあこの時は二人ともリミットいっぱいだったんだな。チュンチュンは持ち前の E 級で、減量もあっさりこなしてしまいます。数ヶ月でこんなに痩せたのか？安心してください。ちゃんと健康食食べてますから。運動してる最中によく物食べられるな。逆に、もともと細身のサミーさんの方が、慣れない減量に苦戦しているようです。
確かに二の腕たくましいな。鍛えられた筋肉と曲線美で脳が混乱してくるぜ。二人とも、外見と内面にギャップがあり、そのギャップも反対なのです。サミーさんは背が高く、何でも優れて見えるけど、内面は普通の女の子で、チュンチュンは普通の女の子に見えて、内面は強靭なんだな。おまけにダンスは、プロと素人、そりゃ息も合わないよ。けれど、反対だけに、まんじゅうとお茶のような、絶妙なマッチ感を感じませんか？カレーと福神漬け、寿司とガリみたいな関係性か。ダンスはあれなのに、写真写りはいいのな。そんな二人はパッションシスターズ新人王として、活躍と成長を続けていきます。やっぱりサミーさんのダンスは活かしてるよな。けれど中身は普通の女の子で、か弱い一面もあるなんて知ったら、男は何でもしてあげたくなっちゃうよ。男なんて、こっちがちょっと好き見せれば、簡単に釣れるんですよ。お前には言ってねえよ。パッションシスターズファーストシングル、美しき執着のお披露目です。これ、2016年なのに、その後と比べても、完成度高いよな。まだまだチアが色物扱いされてた時期ですから、そのイメージを払拭するため、もう特訓が行われたのでしょう。この知名度の低い頃の頑張りが、後の躍進のターニングポイントになったわけだな。こういう昔の曲も、また披露してほしいものですね。とはいえ、随分長く流すな。こうして一定時間流してると、AI が楽曲を自動認識し、動画収益がパッションシスターズに入るんです。このチャンネル収益化できてないけど、それでも入るのか？どうなんでしょう？知らんのかい。個性の違う者たちがぴったり揃うからこそ感動なんだよな。2017年。確かに、お互い遠慮してるように見えるな。こちらは、美しき執着に続く、パッションシスターズセカンドシングル、シャイニングスターです。現在までに6曲出してるんだよな。各曲、制作しても2、3回しか披露しないので、全部幻の曲なんですよね。こちらは、中華民国陸軍、特殊部隊とのコラボです。そりゃあ、一体どんなコラボだ？自衛隊が球場に来て、チアと一緒にダンスする感じですかね。すごいイベントだな。となると、チア2年目のチュンチュンのダンスレベルは、陸軍特殊部隊と互角ってことか。そうですね。この頃のチュンチュンのダンスレベルは、陸軍特殊部隊と互角ですね。陸軍特殊部隊と互角って、凄そうに聞こえるけど、それ、ダンス素人と互角ってことだよな。でも、陸軍特殊部隊も、チュンチュンも、結構サミーさんについてってますよ。サミーさんについていけるなんて、チュンチュンも陸軍特殊部隊も、なかなかやるな。この頃からバズり出し、100万再生超えの動画も出てきます。確かに魅力的になった気がするな。日々のダンスで、インナーマッスルが鍛えられたからでしょう。出たな、インナーマッスル。あ、チュンチュンとサミーさんがテンパイした。何フォーカスが揃っても、ピンと揃わぬ、レアシーン。2018年。あ、ドラゴンボールだ。チュンチュンは一番前に来ると、前にお手本いないと、タイミングがな。そして、チュンチュンが開脚したぞ。地道に柔軟頑張ったんですよ。チュンチュン、偉いな。まあ他のメンバーみんなできますからね。さすがチアリーダー。他们第一次开3-5。ご存知、甲子園にチュンチュン来日です。不安もあっただろうけど、よく来てくれたもんだよ。青いユニフォームのリスさんは、翌年から中心兄弟に移籍します。この時のチュンチュンはチームメイト以外と踊るのは初めてかもですね。
借りてきた猫みたいになってるのが、今見ると微笑ましいな。2018年版の我フチ我アイニー、しかも2人の共演じゃないか。あ、この角度だと、ちょっと。大丈夫？大丈夫じゃないですよ。今のはチュンチュンが振りを間違えたんです。どういうことだ？この頃から、我フチ我アイニーの空気テーブルは、バーカウンター式に変更されたのです。なんだって？これもバーカウンター？これも？これも？そしてついには、曲自体も。そこで止めんの？なんてことだ。一体、どうしてこうなってしまったんだ？あんたがお尻ばかり注目するからでしょ。私のせいだったの？2018年になると、チュンチュンの氷も溶けていき、明るい表情が顔を出すようになります。2018年でようやく明るくなってきたんだな。この小さめな体を一生懸命大きく動かしてる姿が好感を持てるんだよな。長い試合でも、ずっとこのパフォーマンスを維持する真面目さは、素直に敬服です。前は触られるの嫌ってたけど、もうそうでもなさそうだな。いえ、自分から触るのは OK なんですよ。自分が触られるのは嫌がるんです。そうなのか。関係ないけど、少々さんの佇まいって綺麗だよな。少々さんは、ピアノ歴20年の、お嬢様ですから。以前の表情。チアの表情。違いすぎって言われてるな。表情が明るくなるにつれ、球場外のお仕事も増えていきます。冒頭の息の合ってないイベントもこの頃です。ふむふむ、球場外の仕事も増えたけど、その結果、息の合わなさが判明したんだな。まあ、私は2人が見れるだけで羨ましいけどな。今だからこそそう思いますが、当時、全く知らない女の子の、息の合ってないパフォーマンスを見て、足を止めますか？止めないな。私なんかコンビニで、ヤンジャンの表紙のチュンチュン見た時でさえ、中国版 AKB か何かと思って、女子高生が勉強もしないで芸能活動かよ。実際チアやってるわけでもないのに、チアのコスプレなんかしやがって、みたいに思いながら、キングダム立ち読みして、リーボックって有能設定だけど、実際無能だよな、と思いながら棚に戻し、あの時買わなかったことを今でも後悔してるくらいだからな。中国版 AKB じゃないし、実際にチアやってるし、女子高生じゃないし、勉強も大学院出てるし、リーボックも一応換気倒したし、思ったこと全部外れてるし。ところで、球場とイベント会場ってそんなに違うものなのか？はい。さっきのキャリーパミャパミャダンスも、球場でやると。大人数だと迫力あるな。普段の応援も、観客と一丸となることで、お祭りみたいになり、サミーさんもその雰囲気に感動してチアになったそうですから。球場は応援目的の人が来るからな。イベントは興味ない人の関心を集めなきゃいけない分、難易度が高いのか。そう考えると、商店街でも、たとえ一人でも注目を集められるサミーさんって、ほんとすごいんだな。劇団四季出身ですからね。こちらは旅行番組、旅行少女にて、ヨーロッパを訪れた際の映像です。モノホンのプロは、河川敷さえステージに変えてしまうな。サミーさんが踊れば、パジャマ姿だってエンタメが成立しますよ。エンタメ成果、こればっかりは2年かそこらの芸歴じゃ、どうしようもないもんな。チアに慣れたチュンチュンも、仕事が増えたことで、壁に当たってしまったんだな。しかしこの頃から、チュンチュンの秘められた才能が開花します。
チュンチュンに才能なんてあったのか？ありますよ。お忘れですか？チュンチュンといえば、例のシーズンオフ中の本格的な訓練のおかげだな。10日、11日、13日、14日、22、23、24、25にファースト写真集発売イベントもありました。どこまで並んでるんだ？ありがとうございました。優しい方の天海祐希さんだ。厳しい方の天海祐希はただのお湯。チュンチュンのことか？言ってないよ、あんた以外。チュンチュン、言うようになったな。真的还蛮好笑的。ここまで見てくれた君は、チュンチュンサミーさんのファンなのだ。これから数回は2人の特集なので、チャンネル登録よろしくなのだ。ついでに高評価もポチってくれると嬉しいのだ。以上、流行りの枝豆がお送りしたのだ。金玉を